今日はトランペットを代表とする金管楽器のスタイルを解説していくよ。以前の動画で金管楽器の合奏、ブラスバンドをテーマにしたことがあった。でもブラスバンドスタイルの合奏と金管楽器スタイルのソロはかなり違うよ。今の BGM を聴いてもわかる通り、金管のソロの音は特有の良さがあるよね。金管楽器スタイルは効果のあるものが多い。ただ残念なことに大抵はジャズの合奏になる。ブラスバンドの動画でも触れた通り、金管楽器とジャズの結びつきは強いからね。今回は金管楽器スタイルの中からジャズの合奏要素が弱いものを選んでみた。今日解説するスタイルはフランペット、フリューゲルホルン、チューバ。このスタイルがどんな曲を作るか、インストとボーカル曲で確かめてみよう。3種類の金管楽器スタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。フランペットは金管楽器の音を曲に入れる。曲調をほとんど変えないスタイルだよ。ただ逆に音が変化しやすい欠点がある。笛みたいな音になっちゃうこともあるし、完全に音が消えちゃうこともあるよ。良くも悪くも効果が薄いスタイルってこと。フリューゲルホルンは軽いジャズ要素はあるけど、安定して良い金管の音を出せる。軽快なジャズバンド要素はないから使いやすいスタイルだと思うよ。ちなみにもし軽快なジャズバンド要素があってもいいならトランペットがおすすめ。トランペットのジャズバンド要素は非常に強い。でも一番金管らしい音を出せるスタイルだよ。チューバは低音の金管楽器の音を出せる。この音はこのスタイル以外ではまず出ない。ただ曲調は金管楽器スタイルによくある軽快なジャズバンド風になる効果なので、チューバ特有の音を曲に入れたい時以外は基本的に使う必要のないスタイルだと思う。それとチューバには厄介な特徴がある。チューバの音はベースと置き換わるんだ。普通の曲でもベースが消えてしまい、代わりにチューバの音がベースを担当する。これはかなり不自然なことになるよ。この後の実例で聞いてみてね。それじゃ次はこの3種類のスタイルでいろいろな曲に金管楽器の音を入れてみよう。混ぜるスタイルは R&B、 サイケデリックトランス、ポストロック。明日が叫ぶシグナル、熱い鼓動が止まらない、体中で感じるビート、未
叫ぶしくなる熱い鼓動が止まらないただ中で感じるビート未来へ続く音の嵐ブラスが叫ぶしくなる熱い鼓動が止まらない体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 中で感じるビート未来へ続く音の嵐3種類の金管楽器のスタイルを他の曲と混ぜた時の音色を聞いてもらったよ。トランペット、フリューゲルホルン、フランペット。この順で金管の主張が強くジャズ風になる。自分がどの程度の金管の音を出したいのか好みに応じて使い分けるといいね。チューバは実例を聞いてわかる通りかなり使いにくいスタイルだと思う。でも低い金管の音を出せるスタイルだしベースを置き換えるレアな効果もある。研究や工夫は必要だと思うけど使いこなせれば面白いスタイルだね。それじゃまたね。